構造が崩れちゃうと、組織のアイデンティティが壊れるというふうに彼は言うんですね。で、この2つがぶつかり合うっていう話が出てくるという。なるほど。はい、この左右の2つはなんか全然噛み合いそうな感じがしない。はい、皆さんこんにちは。経営人事パートナーズの山際です。今日も小川先生の講義を一緒に勉強していきたいと思います。小川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日のテーマは、はい、今日のテーマは前回まで2回交流分析というお話をしたんですが、はい、今日はその3回目になるんですけれども、はい、個人ではなくて組織を対象にした交流分析というのをバーン自身もやっているので、それを最後にご紹介しようと思って、この話を作りました。はい、バーンさんはあれですよね、エリック・バーン博士ですよね。そうです。交流分析の創始者の。はい。そうです。はい。なるほど。組織対象の TA をやってたってことなんですね。そういうことですね。はい。はい。よろしくお願いします。じゃあ、はい、それではいきます。じゃあ、はい、次のスライドいきます。はい、今日のお話の要点、今お話ししましたように、交流分析の考え方、もう個人に対してこれまで2回お話をしたんですが、その考え方をグループだったり組織にも応用することができるというのをバーンさん自身も言ってて、でそれを実際にやった事例があるので、それを今日はご紹介しようと。これは初歩の初歩だけなんですけれども、お話をしたいというふうに思います。はい、はい、じゃあ次いきます。はい、今日のお話の流れはこういう感じでいきます。じゃあまず最初に次のオーガナイゼーショナル TA というところからいきます。はい、はいはい、じゃあ次のスライド行ってもらって、はい、組織 TA というふうに言うんですかね。日本語でうまく表せないんですけど、TA in Organizations っていうふうに書いてますけれども、はい、組織というものの中に交流分析という知識体系を持ち込んでみようということで、それが今一つの学問の分野になっていて、それがオーガナイゼーショナル・トランザクショナル・アナリシスという形になっていると。はい、で組織の中のあらゆるレベルでその効果的なコミュニケーションを可能にすることに焦点化した専門分野ということで、あくまでも組織の中のコミュニケーションをうまくしていくためにこの TA の考え方を使おうという、そういうことになっています。はい、なので個人だけじゃなくてチームとか部門組織全体がうまく発展していく、そういうところを視野に入れた学問分野として今は出来上がっていると。それの一番最初に火をつけたバーンさん自身のお話を今日はしようということです。なるほど。貴重ですね、これはね。じゃあ次いきます。はい、で個人から組織にということで視野を変えるんですけれども、基本的に交流分析、前回までお話ししたように分析の対象は個人をベースにしてました。なので個人をベースにして個人の内部を考えると自分自身を分析するとか自分自身の成長を考えるということに使っていたし、それから個人と個人の人間関係というのも交流分析で見られていて、その関係の分析だったりコミュニケーションの分析だったりということをやってきました。はい、それを組織のところに広げていくっていうのが今回のお話で、分析の対象が組織、これをベースにします。だから組織自身の自己分析、組織自身の自己成長、これ自分の組織の内部の問題ですよね。はい、でそれに対して今度は組織と組織の相互関係もやはり個人の時にあったようにコミュニケーションの関係を見ることによっていくんじゃないかという。組織同士の話し合いみたいな時ですね。そうですね。そういう話もあるし、あるいは組織とそれから内部組織との間の問題というのも後で出てきます。はい、じゃあ次いきます。はい、対象となる組織なんですが、とりあえず私の方で簡単に書いてみたんですけど、自己分析の場合はいろんな組織があってそこに例を挙げてますけど、会社の場合もあるし役所の場合もあるし何でもいいと。はい、またその一つの組織の中の内部の組織ですよね。〇〇部とかそういうのでもいいし、その下の課でもいいし担当チームでもいいと。とにかくその組織っていうのはこういうふうにいろんなレベルがありますよっていう話。で組織と組織の関係を交流分析で見るという時も、上にあるように2つの会社の間の関係ということもあるでしょう。力関係があって下請けの会社の時のもあるでしょうし、同等の会社のこともあるでしょう。それから広報課と営業部みたいな感じのやつもあるでしょうし、同じ会社の中の総務部と営業部だったりとか、あるいはプロジェクト A とプロジェクト B の間だったりとか、そういう形で考えることもできるということで、これが全部組織を対象とするとこういうのが訴状に上がってくるというのが基本的な考え方です。
会社の中の組織のは実際によくありますね。理系部署と文系部署みたいなね。話がなんかイメージ通じないぞみたいな。そうですね。そういうのも多分出てくると思います。はい。では次へ行きます。はい。ではまず組織論の理論のことをバーンが最初に述べているので、そこをまず見てから、後で具体的な事例を見ていきたいと思います。はい、わかりました。次へ行きます。はい。で、今日のお話の元になっているのはこの本でして、1963年に書かれたバーンの本です。で、タイトル見てもらうと、ストラクチャー&ダイナミックスって書いてあるんですが、はい、最初の個人の交流分析の時は、ストラクチャーともう一個はファンクションだったんですね。機能だったんですよね。その機能という言葉が組織の場合はダイナミックスという言葉に変わっていて、これは機能なんですけど、彼自身はそういう使い方をしています。でそれから今日のお話の中で、これバーンの本なんですけれども、バーンが自分自身のことを書くのに自分の名前で書かないで、ドクター Q というふうに書いているので、これあえて三人称にしたそうです。そういうことで、だから事例研究のところでドクター Q というのが出てくるんですけど、院長先生なんですけど、これはバーン自身のことだなというふうに思ってください。今日のご紹介ではドクター Q というふうにご紹介をしますのでということです。はい。なるほど。はい。わかりました。じゃあ次へ行きます。はい。で、組織論の要点なんですけれども、基本的に構造と機能、これだから交流分析、個人の時と同じでして、でただしさっき言いました機能の部分は、この本の中ではダイナミクスというふうに呼ばれています。で、この2つに分けてるっていうのは、個人の対象にした TA と全く同じということで、組織の分析も構造と機能を単位にして行われていますということです。はい。じゃあ見ていきます。はい、まず構造です。組織の構造。これを見ていきます。はい。はい、次のスライドですが、グループの構造と書いてあります。で、右の図を見る前に、まず最初に非グループというところから説明をしますね。はい、人々がたくさんずっといるっていうのは、単なる群衆とか大衆とか言って、その人たちの間に境界線がないっていうのが非グループというふうにバーンは呼んでいます。でそれがグループになるのはどういうことかというと、外部境界と少なくとも一つの内部境界を持つ社会的な集団って書いてあるんですけど、右の上の図を見ていただくと、円が一つ書いてあります。そうすると円の外の人と円の中の人と2つグループができますね。でその内側の方をグループというふうに彼は言っていて、でその境目のことを外部境界というふうに言っているということです。これが一番基本的なグループの考え方なんですね。1個境界線を引くとグループができると。その線を1個引くことによって部内者と部外者が分かれるっていうのも分かりますよね。グループの中にいる人が部内者で、外にいる人は部外者というふうに、これが一番シンプルなグループの形なんですけど、でしかもそれが今度はもう1個中に輪っかが入る下の図ですけど、そうするとグループと言われてた部分が2つに分かれるわけですよね。で例えば仮にその真ん中の方をリーダーのグループとして、外側をリーダーじゃない人っていうふうにすると、リーダー領域とメンバー領域というふうに分かれるということですね。これは境界線が1本増えたことによってグループが増えるという、こういうことです。なので境界線が増えていけばそれだけグループの構造が複雑になっていくという、そういう見方になるわけです。とか昭和的組織で植生の階層がめちゃくちゃいっぱいあると、その境界を越えるごとになんかコミュニケーションのギャップが生じるんですね。そういうことですね。そういうふうに考えるというのが一番基本なんですね。なるほど。じゃあ次の図を見てください。これ組織の構造ということで、今山際さんがおっしゃったように、境界がたくさんできるといろんなグループが増えてくるというわけですね。これはやばそうだな、見るから。で上の方の図を見ていただくと、同心円状になっています。でこれは入れ子状態になっているという言い方をするんですけど、彼自身はコンパウンドっていう言い方をしてます。混合組織というふうに言っていて、でこれは例えば投票権があるとかないとか、上級だとか下級だとかっていうふうな形で組織が区別できるようになってくるということね、内部の組織が。でそれに対して下の方は内部がセグメント化するっていうんですね。同心円にならないタイプがあるって言うんです。なるほど。だから会社の組織でも上のようなタイプもあるし、下のようなタイプも多分あるんだと思うんですけど、バーン自身はこの下の方の例として国籍と宗教と職業というふうにして分けてみると、綺麗な同心円にはなりませんよねという説明をしています。なるほど。だからこれが組織の構造を考える時のバーンの出発点になります。
これ下の丸はどっちかっていうと、各会社の中の機能あるじゃないですか。営業とか開発とか人事とか。で書くとこんな感じで、上はその一つの部署の中のヒエラルキーを見ると、そうですね。こんな感じになるって、これが組み合わさっていうとなると、めちゃくちゃ大変ですね、これね。大変になるんですね。そういうことなんだな。そういうふうに見ようということですね。なるほど。じゃあ次いきます。で、そういう組織構造の特徴として、バーンが挙げてるのは、大きく2つなんですね。1つは規約を持つということ。何らかの形でいろんなタイプで、会社の中でも規約に相当するものがあると思うんですけど、でそれがその規約があることによって組織の維持ができるっていう、組織を維持するために規約があるということなんですけれども、で内部組織の関係性とか権限がその規約の中に盛り込まれて書かれていると。そうするとその副次構造の部分にもっていうのは、その下の部分の構造についてもそれぞれマニュアルみたいなものはみんな持ってるということで、役割とかがきっちり書き込まれているっていうのかな、それがあると。この規約があるということが組織構造の一つの特徴、もう一つの特徴は組織図とか配置図があるということ。組織図はご承知のように内部組織の関係性を示すデントログラムじゃないや、のような形になっていて、上に社長がいてっていうふうに組織図がずっと書かれると思うんですね。これは内部の関係性を示していて、もう一つ配置図っていうのがあって、これは内部組織の力関係を示すんだというふうに彼は言っていますね。組織の中の人員数とか、例えば人事部が何人いて総務部は何人いてみたいな形の数字が入ってくる、それは配置図というんですけれども、それが組織の中の力関係を表しているということを、彼は言っています。でこの2つが大きな特徴でして、でこのような形をしている組織構造というのは組織のアイデンティティを与えてくれると。なのでこの構造がある限りは組織がアイデンティティを持てるんだけれども、構造が崩れちゃうと組織のアイデンティティが壊れるというふうに彼は言うんですね。だから例えば会社が乗っ取られるということはないですけど、されると例えば組織構造は変わりますよね。変わりますね。で変わるっていうことは単に変わったんじゃなくてアイデンティティが壊れていくっていう、そういうふうに彼は見ている。最近でいくとあれですよね、M&A ですよね。そうですよね。だから歴史的な連続性で同一性がずっと担保されている間は組織のアイデンティティは変わらないということを言ってると。なので組織構造の特徴、さっき言った規約があることと、組織図配置図みたいなものがあるということを通して組織のアイデンティティが保たれているという、それが彼の組織像っていうかそういうイメージですよね。じゃあ次行きましょう。じゃあ内部の組織っていうのはどうなってるかということなんですけど、さっき言った配置表、これは組織の構造と内部の構造との間の橋渡しになるんだけども、配置表の中に示された枠があるんですけど、この枠に具体的な人の名前が入ってくると、そうすると初めてその内部組織がアクティブになるということですね。なるほど。だから配置された人員の総体が内部組織の構造を形成する。この時点の内部組織っていうのはもう完全に人事部長が誰で、課長が誰で誰で、その下が誰と誰と誰とっていうのを名前が全部入った形ですね。この配置図になった時に初めて内部の組織が生きてくるということで、この考え方はやっぱりアメリカで書かれた本だけあってジョブ型っぽいですよね。そうですよね。だから1963年で、しかもそれまでにやってきたことを通してですから、戦後すぐの時代のアメリカの組織像ということだというふうに思います。で、彼のポイントの一つが、その組織構造と内部組織の構造は相互に独立しているっていうふうに書いてるんですが、これはどういうことかというと、枠は決まってるんだけど、そこに誰を貼り付けるかっていうのは内部組織の問題であって、組織構造とは関係がない。だから誰かが辞めちゃったらそこに誰かを引っ張ってくるということをしても、組織構造自身に影響はないという、そういう意味ですよね。で、もう一つは組織構造と組織内部の構造、これは外から見えるように公開されていて公的な性質を持っているというふうに彼は言っています。だからこれは多分株主の側から見ても分かるようになってないと多分困るんだろうと思うんですね。じゃあ次いきます。これが結構面白くてですね、今のところまでいくと公式な話なんですけど、
実際にその組織はそういうふうに公式なもので動いてるだけじゃなくて、プライベートな形で組織があるんじゃないかというのはこれです。プライベート構造っていうんですよね。で、彼はイマーゴという言葉を使って、イメージ図ということなんですけど、メンバーが心の中に抱く組織と自分の関係に関するイメージ図ということで、これをイマーゴというふうに彼は言ってるんですけど、ちょっと右側の図見てもらうと、上の図を見てもらうと、上に出っ張ってるのがありますね。上に出っ張ってるのは権力があるとか力があるっていうのを自分の中で捉えて、例えばこの人はセルフって書いてある自分にとってですね、上に3人ほど自分よりも権力のある人がおるっていうふうに見てるっていうことですね。で、それ以外の人はその他男、その他女とかなってますけど、その他もろもろなんですよ。だから自分がその会社の中で、今の組織の中で生きている時の自分の位置関係というのは3人上がおって、あとは大体自分と同じっていう風な意識でこの組織を見てるっていう、そういうことなんですよね。なるほど。完全に感情的なあれですね。そうです、そうです、そうです。だから心理的にこういう風に見てるということなんですね。その他大勢がいっぱいいるなと。だから直接権力関係でいうと関係ない人たちがいるということですよね。で、下の図を見てもらうと、その状態に一人誰かが入ってきてるっていうことになって、これドクター Q って書いてありますが、これドクター Q ですね。Q ですね。そうすると、ドクター Q はその他諸々の中ではなくて、しかも権力を持ってる人ではないんだけど、自分のそばに出てきてるっていうことですよね。新しいポジショニングですな、これ。だからドクター Q が上に入ってるわけじゃなくて、ドクター Q は自分の横並びのところにおるっていうことですよね。この人のイメージの中では。なるほど。で、そうすると、このイマーゴというのをある時点で組織にいる人がみんなで書いたら、多分違ったものができるでしょ。で、その違ったものを集めたときに、一つの種類になるのか、二つになるのかとかいうことが見えてくると、その組織の中の実際の実態として、例えば組織の中が2つぐらいの見方をするグループに分かれてるとかいうふうなことが見えてくるわけですね。感情的な組織のあれですね。そうです、そうです。だから先ほどまでのは非常にフォーマルな組織の構造なんですけど、ここは実はその感情的っていうか心理的な意味での実際に動いている組織の構造ということですよね。だから例えばこの上の出っ張ってるところに部長はいないけど、A 課長があそこにいてとか、実は部長じゃないっていうふうなことは、この図を見れば多分出てくるんだと思うんですよね。そういうことで、このプライベート構造というのも合わせて大事だと。構造を見るときにですね。だからフォーマルな形での構造と、中の人たちにとっての心理的な意味での構造と2種類あるよということを言っていると。だからこの図は非常に面白いなと思って見てて、このイマーゴを組織の人に書いてもらうと、多分内部の様子が一目瞭然かもしれないなと思っていました。そうかもしれないですね、これね。じゃあ次いきます。ということで、構造の方をざっと見たので、今度は機能の方を見ていきます。で、機能の方は次の図を見てもらいますと、組織の存続に関わる3つの力ということを言っています。でこれがダイナミクスの中のポイントなんですけど、1つは外圧っていうか、外からの力なんですね。外部境界を越えて侵入してくる勢力っていうこと。だからさっきやった M&A みたいなやつだと、他の組織だったりですね、あるいはお金貸してくれないよとかっていう風なやつも外圧になるわけですよね、会社にとって。だからそれが外圧。それからもう一つは内部扇動って書いてあるんですけど、表現はなかなか難しいんですけど、内部で組織が乱れてくるっていうか、例えばある部署が反乱を起こすみたいな感じですよね。これがもう一つの力。そして3番目がそういう外から中からの圧力を押し返そうとする結束力というふうに彼は言っていますけれども、それを克服する力と。だから組織が存続していくにはこの3つの力のバランスっていうのがとても大事になりますっていうことで、なんかパッと見た感じ作用反作用の法則みたいな。そうですそうです、そういう感じですよね。これがあるという、だから外からの力と内部崩壊の力っていうのは分かるんですけど、それを結束力でつなぎ止めるかどうかっていう、これを入れてるっていうのが私はとても面白いなというふうに思いました。次へ行きます。で、同じく3種類の組織ワークというふうに言って、機能の一つなんですが、ワークって言ってますけど、何を言ってるかというと、3種類のワークがある。一つは通常業務だと。
でこれは体内的にも対外的にも問題がない場合にはメインワークになるわけですね。普通の仕事です。そうですね。はい。ところが内部にごたごたを抱えてくると、体内的なプロセスに関するワークっていう雑用が増えるわけですよね。これは2番目。で3番目は対外的な対応に関するワークっていうのがあって、外部境界に問題を抱えている場合に対応が必要になるっていう。そうすると、この3つの間でリソースをどう配分するかっていうのが組織のダイナミクスでとても大事な問題になるということで、何もなければいいんですけれども、何かが起こると 100% のリソースを通常業務に当てられなくなるということがあるので、この組織のワークっていうのは一応頭に入れておいた方がいいという、そういうことですね。だから内部で揉め続けたりすれば当然通常業務に影響が出るという、そういうことだと思います。はい、じゃあ次いきます。で、次は組織の存続っていうことが一番組織にとっては大事だということなんですけど、発展よりもとりあえず存続なんですけれども、存続の脅威というのはさっきから言ったように外から破壊されるという話と、もう一つは内部から壊れていくという話があるんですね。でその組織が存続しなくなる方法っていうのが書いてあって、一つは衰退って書いてますけど、プライベートコード、これどういうことかというと、個人の心の中に残る組織像、これが弱まっていくっていう、要するに自分自身のアイデンティティっていうのかな、自分はここの社員であるみたいなものがみんな社員が薄れていくと衰退していって組織がダメになっていくっていうパターン。これは2番目は破壊っていうんですけど、内部組織が消滅する。これは物理的に消滅するっていうのは、ある内部組織を廃止されるとかっていう、そういうふうにされると、これ組織の全体としてももう変わっちゃうんで、これダメになると。それから崩壊というのがあって、組織構造、大元の組織構造に違反すると、組織構造が壊れちゃう。これそうするともう機能的にもうそれダメになっちゃうと。いうことで、組織が壊れるっていうのはこの3つのパターンがあるそうなんですけれども、でもこれは要するに組織を存続していくということが一番重要だから、そうならないようにするにはということを考える上でとても大事な要素が3つあるよということを言っているというふうに思います。じゃあ次いきます。で、バーンさんは組織の改善に向けてということで、大事ですよね。言っています。ここで言っておきたいのは、その組織の改善の具体的な策が TA を使うということじゃないんですよね。TA はあくまでも組織とか組織文化の状況を分析して問題を把握するということに使うんですよね。で、それ見つけたらそれを改善するための方法というのはまた別途 TA だけでは多分いかないので、他のやり方も使わなきゃいけないし、っていうことなんです。で、視点がいくつかあって、これ全部細かくは説明しませんけれども、これまでにお話ししたやつだと構造とダイナミックスと組織ワークはお話をしました。でそのようなものが実はあとも3つあって、権限というのと心理的というのと社会的というのがあるんですけれども、でこれを仮にですけど自分の会社について当てはめて、このそれぞれについて今自分の会社がどうだろうというのをチェックしていくことができれば、この理想像と比較をすることによってまずいところを改善するというのが見つけられるのではないかということを言っています。でそこでその構造の場合だと今言ったその外部境界とか内部構造とか組織構造とかこういうふうにもう少し細かくなるんですけれども、それについて具体的に示したものをざざっと見ていきます。次のスライドです。4枚あるので全部は説明しませんけれども、例えばこういう形で構造だったらここで見て自分の組織が今外部境界に関してはどうなってるかなというので、透過性だったらこの開放的か閉鎖的か封鎖的かどれだろうというふうにして丸をつけてみる。一番右側でチェックしていくってことですか。そうです。で同じように例えば構造で内部構造のところで複雑性を見たら単一なのか複数要素なのか複合的なのか複雑なのか、これどれだろうっていうふうにして丸をつけるということを全部の項目についてやっていけば、そうすると全体が見えてくるんじゃないか、自分の組織の問題点が。なるほど。じゃあ次の2番を見てもらうと、同じようにダイナミクスとワークについてこういう形で見てもらうと結束力だったり、これをこうチェックをしていってみようと。じゃあ3枚目見てください。3枚目。今度はこう権限なんですけど、例えば規範としては民主主義的なのか全体主義的なのかとか、リーダーシップは流動性があるのかないのかとか硬直してるのかみたいな、こういうのを丸をつけていく。例えば文化の強硬性は緩いのかそれとも断固としてるのかとかですね、厳格性については4段階の中のどの辺かとかっていうのを丸をつけていくというふうになっています。で最後の4枚目見てもらうと、
同じように心理的なもの、社会的なものというのを丸をつけていきます。うん、でそうすると1から4までの部分で丸をつけた全体を眺めてみると、自分の組織あるいは組織文化の特徴が把握できるので、理想像っていうのは誰が理想像を持つかっていうのは例えば社長さんが持つのか、あるいはそのコンサルの方が持つのか知れませんけれども、やっぱ会社にとっての理想像って多分あると思うので、それと比較した時に今の状況どこがまずいのかということの出発点を見つけることができるだろう。で見つかったところに関して改善の方向と具体的な改善策を責任ある人たちが考えていって、具体的な改善策のところに落とし込んでいくということができるでしょうっていうことですね。これがバーンが考えた TA を使って組織の問題点を洗い出して、でそれで改善点を見つけようという、そういうことができますよというお話になっているということです。はい、じゃあ次いきます。はい。ということで、じゃあ具体的な事例としてバーンさんは何をやったのかということを見ていきたいと、非常に気になりますね。はい、いきたいと思いますが、まず最初に次の図で組織に TA 原則を適用する、もう一回確認ですけれども、バーンさんはもともとグループセラピーっていう精神病棟の中でやってたんですけれども、そこでは小規模のグループでやってたんですよね。でその原則が大規模な組織でも使えるのではというふうになってるんで、基本的に小規模のグループセラピーの時は個々の分析対象は個人だったんですね。だけど今度は大規模組織でやるときは個人との間にグループとかいうのが間に入ってくるよということだけ注意しましょうというふうに言ってるんですね。個人の問題じゃなくてグループの問題で考えなきゃいけなくなりますよという話です。そうですね。はい。じゃあ次で見ていきましょう。はい。でまず対象となった州立病院です。はい。じゃあ次いきます。でこれは彼自身がおそらく院長をやっていた病院なんだと思うんですけど、州の中の僻地の方に位置をしていて、すごく近代的な設備が整って資金も潤沢な病院コミュニティである。州立病院なので資金も潤沢で僻地にあるので病院が独立してなくて病院全体が一つのコミュニティになってしまうと。例えば大学でいうと大学町とかよく言いますよね。ああいう感じのコミュニティになっていると。でこれがいい意味でも悪い意味でも院長にとって非常に負担になるっていうことが後で出てきて、で患者が1000人を超えてると、精神病棟で1000人を超えてるってすごいなという感じはするんですけど、で従業員も1000人弱である。で院長、これQ博士と書いてあるのでバーン本人なんですね。でソーシャルダイナミクスとかグループ療法の専門家であって、でこの人は結局院長という立場にあるので精神医学的な問題、患者さんの状況を知る立場にあるし、同時にスタッフを管理しているのでスタッフのマネジメント上の問題とか、個人的な問題を知る立場にある。両方を知る立場になってるっていうことなんですね、この院長さんは。かなりヘビーですね、これはね。でしかも両方合わせて2000人ぐらいを1人の院長でっていうのはやっぱ相当なヘビーな状況であると思います。はい、じゃあ次のでロケーション図っていうのはとても大事らしいんですよね。例えば組織のコンサルとかやられる場合どうなるかわからないんですけど、これはどういうコンテキストの中にあるかっていうのがとても大事だということを言っていて、例えば小さな町の近くでこの病院コミュニティだけの町として存在していると。ということはコミュニティの中で何か起こった時には結局院長のところにみんな話が来ちゃうっていうことなんですね。病院の問題じゃなくても。だから後で出てきますけど、そういう意味で言うと報道機関がめちゃくちゃ敵になるっていう。なるほど。病院普通は敵はいないんですけど、コミュニティの中にあるだけにコミュニティの方で何か問題だとか言われて、それがメディアとかに取り上げられるっていうのが一番困るっていう、それが外圧らしいんですけど、で最高の建築コンサルとか精神医学のコンサルが間に入って建設された非常に近代的な病院だと。でスタッフにとっても満足がいく物理的な施設だと。箱物的にはいいってことですね。いいってことですよね。でその病院の建物の構造は正門のところに院長室があって、そこから職員室を経て、あと放射状に病棟とか診療科が放射状に連なってる。でその後ろに農業用地とか娯楽用地があって、許可された患者さんはそこが利用できるような、そういう形になってる。でさらにその外側に一般職員の宿舎があって、一般の人はそこに住んでるんだけど、上級職員は近隣の町にいて通勤してくると。という状況だから、もう病院そのものの問題じゃなくて、コミュニティで起こった問題まで全部院長のところに話が来るという、そういう状況があると。これがだからコンテキストとして
この州立病院の特徴だというふうに言っています。はい、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ今度は構造の視点から病院を見てみます。次見ます。はい。じゃあこの図なんですが、これ顕現図ですね。顕現図。はい。真ん中の一番下に院長がいます。はい。で、右側を見てください。で右側がフォーマルな組織図に相当するわけですね。だから院長は州の精神保健局長の管轄下にあり、その局長は州知事と州議会の下にあり、州知事は選挙民によって選ばれるという、そういう構造がある。これがフォーマルな流れですよね。なるほど。で、右側に行政マニュアルというふうに書いてあるんですが、報道機関は別にして、院長のところの横には病院の管理規則っていうのがあって、州議会のところには州の福祉法という法律があって、だからマニュアル的に言うと、これで病院が管理されているということになると。で、報道機関は外部機関として選挙民の声を代表して関わってくると。こいつが厄介だという話。で、この右半分がいわゆるフォーマルなやつなんですね。でこれに対して左側の半分なんですが、これは非常に病院の文化的な特徴を表すということ。できて新しいわけですから、文化的な特徴があるわけじゃなくて、院長がどういうふうな理想を持っているかという話で、院長の上には精神医学の専門家集団、これ後で言いますけど3種類あって、お医者さんと心理学者とソーシャルワーカーという専門家がいるんですけど、患者さんを世話をする集団ということで、その上にピネルって書いてあるんですが、お医者さん、フランスのお医者さんの肖像画なんですけど、これ院長像画、肖像画が掲げてあって、つまり院長が理想とする病院のお医者さんの理想像が掲げてあるんですよ。だからこれがその右側に神格化理想像と書いてありますけど、ここがあってですね、そうするとその病院がこの理想像を掲げて動いているということは、フォーマルな右側の動きと同時に左側の部分で動く実質的な部分があるっていう。で、この2つがぶつかり合うっていう話が出てくると。なるほど。この左右の2つはなんか全然噛み合いそうな感じがしないですね。そうですね。それで問題が起こるわけですね。なるほど。で、その理想とする組織文化の問題ということで、今の話です。で、理想像としてフランス人の精神科の医師として、エウヘメス・ピネルっていう人がいて、この人は精神病院に対して優しさを導入した人物で、患者に対して優しくあれっていうのがモットーなんですよね。で、そうすると、それを体現したい旧院長は、文化的な態度としては、とにかく患者に対しては優しく接してください。で、スタッフに対してはもうリラックスした形のキャラクターで、患者さんにもスタッフにも接しましょうっていう、こういう部分なんですね。で、これってその右側の部分と全然違う形で組織を動かそうとしているわけで、でそうすると、今の言ったその院長の理想像と、から病院の中で問題が起こらないように管理する、いわゆる右側の方の管理の問題との間で、いろいろ板挟みになることが出てくるということですね。そうですね、俺は。で、それが次のお話になります。で、組織構造、さっき言ったように、フォーマルな構造とインフォーマルな構造があって、ここではコミュニケーションチャンネルというふうに言ってるんですが、標準的な、いわゆるフォーマルなコミュニケーションチャンネルだと、マニュアルに書いてある通りにやるということですよね。そうすると、患者さんがスタッフとか院長と面会するときには、ちゃんと正式のルートを通して、アポイントメントを取って、きちんとやりましょうっていうのが、正式なコミュニケーションチャンネルですよね。で、患者さんにはそういう権利があるしっていう話なんだけど、実際に動いているのは非公式なコミュニケーションチャンネルがあって、院長さんの人格とか性格によってこれ変わるんで、この旧院長の場合はさっき言った患者さんに優しくとかって、そういうマイルドなタイプでいくと、標準マニュアルの中ではあるけれども、自由度があってですね、でそうすると最終的に院長がいいと言えばいいっていう話になって、こっちの非公式のチャンネルも動くと。でこの公式のやつと非公式のやつがぶつかり合うっていうことで、次のスライドを見てもらうと、問題の温床ということで、で院長がこれをどういうふうに使うかで病院の組織文化が決まってくると。で当然その院内の指揮とかコミュニティの結束も変わってくると。でどんなことが起こったかっていうと、患者とスタッフとの非公式な対応を比較的自由に行っていいということになった。なるほど。そうすると、そのやり方は当然スタッフに伝播するから、いわゆるアポなしの文化になってしまう。アポなし文化か。すごいな。
だから従来だとフォーマルでいくとちゃんとアポを取らなきゃいけないんだけど、そうするともう一つはスタッフの勤務時間の管理とか職務権限、これの管理がうまくいかないわけですよね。例えば心理学者の人にお医者さんに相談するようなことを相談したりとか、権限を超えて相談をしたりということが普通に起こるようになってくるわけですよね。これはまずいですね。そうすると非常にまずいということで、だから逆に患者さんにとっても深いコンタクトとかコミュニケーションが取りたいときに取れなくなると。で表面的なこう優しくで動かれちゃうと、深いところができなくなるということがあって、でそうすると指揮や結束力が下がっていって、これおかしいじゃないかということで院長の指導力不足とか責任回避というふうに見なされていって、組織がうまく動かなくなっていくというふうなことが起こるということですね。じゃあ次へ行きます。じゃあそれをダイナミックスの視点からバーンさんが見たわけで、次のスライドで見ましょう。そうすると組織に影響するさっき言った3つの力っていうのがありました。外圧と内部扇動と結束力なんですけど、外圧で言うとこれ悪い噂が報道機関を通して流れるっていうのが一番まずいわけですね。悪い噂、病院はなあなあでやってるぞとかっていうような話が流れていくっていうことですね。でそうすると悪い噂が立つと今度は州議会とかの方に話が見えちゃうので、そうすると病院の組織構造とか個人構造を維持した形の存続ができなくなってくるという脅威が生まれてくると、これ外圧です。から内部扇動となって、これは専門職の間で競争とか対立が出てきて、なかなか難しい。さっきまず3種類の専門家がいるんですが、その間で役割分担とか俺の専門性はみたいな話が多分出てくるとぶつかり合うと。から当然ながらその結束力がなくなってくるわけですよね。対立とか競争があると、それぞれが自分のやり方でやるっていうことになっていくと、結束力なんかなくなってくると。そして組織やグループへの帰属意識も薄れていくということで、この流れになると非常にまずいということになるんですね。ここまで行っちゃったってことですね、一回そういうことですね。じゃあ次を行きましょう。構造図で何が起こったのかを現実を見てみようというのを彼がやってて、でそうすると右側の図を見てもらうと病院の構造図で一番下に患者さんがいます。黒い太い線が一番大きな主要な内部境界なんですけど、下の方が患者さん、上がスタッフなんですけど、下の方は2種類の患者さん、特権のある患者さんと非特権の患者さん、細かく書いてないんですけど2種類あるというふうに書いてあって、で上の方を見てもらうと、一番上に院長さんがいて、その次にお医者さんがいるんですよね、精神科医さん。でその次の層に心理学者さんとソーシャルワーカーがいて、でその下に看護師さんがいて、一番下にテクニシャンの方がいると、こういう構造になっているんですけど、さっきの話のようにみんな優しくでなあなあになっていってアポも取らないというふうになっていくと、この上、特に上の3者ですね、精神科医と心理学者とソーシャルワーカーの間で役割分担が不明確になっていった。ということで圧力が生じて、それが院長の責任問題になってたということで、彼はこの3者の間の内部境界で起こった問題が今の問題の根本なんだというふうに読み解いたと。ここから波及しちゃったんですね。最終的には患者さんにいいサービスが提供できなくなったってことですよね。そういうことですよね。だからその原因が実はここにあったというふうに彼は読み解いたという。そういうことです。じゃあ次行きましょう。ということで改善策を探ります。改善策。じゃあ次、まず院長の考えです。院長は治療の有効性というのは今言った3種類の専門家のような役割ということよりも個人個人の人に依存しているというふうにもともと考えている人で、だからお医者さんとかお医者さんでない人が患者へ同じような対応をするということを問題にするのではなくてというふうに彼は言うんでね。みんなでとにかく治療技術を高めて、どうやったら高めていくのかという問題の方向にみんなで焦点化をしましょうという、そっちへ持っていこうと。なるほど。だから対立の方な問題じゃなくて、とにかく患者さんにとっていい方向っていうのはどういうふうにみんなで協力して高めていくかというふうにベクトルをちょっと変えてやったという。だから精神科医だからとか心理学者ならではとか、ソーシャルワーカーしかできないとかそういう話じゃなくて、そこに誰がやってくれるか誰がやるかによって変わるから、みんなで一番いいのを探そうぜと。
そういう話になったってことですね。そうですね。だからみんなで協力してっていうところで、そっちの方向へ持っていってみようということで。なるほど。はい。で、バーン委員長はどうしたかっていうと、実はその治療に関わる全てのスタッフに定期的に開催する臨床セミナー、カンファレンスですよね。カンファレンスへの参加を義務付けるっていうことを提案しました。で、毎週同じ時間に、これは月曜日の午後3時というふうに書いてあったと思うんですけど、1時間ほど開催するカンファレンスに必ず参加してください。毎週同じ時間に開催するということがとても大事で、そうすると欠席できなくなるんですよね。忘れましたみたいなこと言えないので、この時間は誰も全員がここに集まることになっていると言われるということで。確かに。それで、これを誰が主催するかというと、実は委員長ではなくて、治療に無関係の管理部門の上級スタッフ、この人はTA の能力を持っているとか勉強している人らしいんですけど、その人が実施すると、主催するということで、それぞれの立場の専門家が、例えば A さんなら A さんの治療をどうしたらいいかということに関してみんなで集中して議論をしようという会になっている。で、この時に組織的個人的な区別は全て放棄して治療の有効性の向上だけに集中した議論をしますという。で、面白いのはここで個人的な TA を使うんですよね。組織じゃなくて個人の TA の専門家なんで、そうするととにかく議論はアダルトでいきましょうと。だから提示内容に関して自由に理性的に話し合うことを要求すると。で P と C を絶対に表に出さないようにさせるという可能な限り P と C を静止状態で維持して、だからセミナー中に P や C が暴走するのを止めてA の思慮深さ、慎重さだけを前面に出していくセミナーにすると。これはファシリテーション能力がめちゃくちゃ必要ですね。そうですね。この人P が暴走してるとか言って上から来たぞみたいになったらちょっと待ってくださいよっつって止めに行くってことですよね。でそれが管理部門の上級スタッフっていうのは交流分析の経験を持っていて、その能力がある人だからファシリテーターの役がちゃんとできると。なるほど。で大事なのはここで委員長は一切これに関わってないっていうことですね。確かにここは分離しといた方がいいですよね。ということだそうです。で次いきます。でこれがうまくいくことによって委員長は TA をこの病院の中で導入してみようということで、個人の TA なんですけども、これをやってみようということで、グループセラピーの現場で生じている問題もセラピストが気づかないうちに担当する患者の P や C を甘やかしているということが多いので、だからとりあえずやってみようということでスタッフも患者さんもどっちも構造分析と TA の指導を受講させたと。でそうすることによって各自が自分が他者との関係で P、A、C を区別できるようになると。そしたら前回お話をした交差した交流ですよね。バッテンクロスに、バッテンになるやつですね。これを見つけて不快な状況とか困難な状況を避けるために、できるだけ双方的な交流に変えていくことができそうという認識がみんなの間で生まれていくということで、これが導入することによって組織全体としてもうまい内部のコミュニケーションが進み始めるということをどうも経験をされたようであります。これはでも担当する患者の P や C を甘やかしてるっていうのは、会社内でもありますね。多分あると思いますね。他の部署と部署の話をするときのどうしても P と C の関係になりがちな力関係でね、なるときがあるんで、そこを打破できずにフラストレーションたまるっていうのはちょいちょい目にしますね。問題抱えたくなければできるだけ C の立場で P の立場のように持っていってあげると、その場が早く済んじゃうとかね、いろいろ生き残る戦術をみんな使ったりする。 P に従う C を出しておけば、とりあえずはやり過ごせますからね。そうですよね。関わりたくない場合にはそうしようとかっていういろいろな戦略が出てくるんだと思うんですけど、そうですね。ということでまとめをしたいと思います。でどうやら対象を個人からグループ組織に拡大してもこの TA の考え方っていうのは使えそうだと。で実際にもう組織 TA というのが分野としても独立しているので、興味のある方はそっちをいろいろ探してもらえると何か参考になるかもしれない。でただし TA で使うツールとか技法は個人の場合とは違う可能性があるから工夫が必要になってくるでしょう。それから特に構造と機能を多面的に分析することは組織の課題や問題点を解明したり改善策を考える上で手がかりになりそうであるということで、
今日のお話を終わりと、これで3回の TA のシリーズを終わりにすることができました。はい、ありがとうございました。今回のはありがとうございました。やっぱりあれですね、中にいるのは結局人間であって、その人間のキャラクターによって、一番いいのはいい例が院長ですけどね。その院長がなんか一つ新しい冷静な対応策を生み出して、それで良くなっていったって、そういうお話ですね。そうですね。使えますね、これね。使えるかどうかは、山際さんのご判断でしょうけど。いや、使えますよ、これは。これみんなが知るべき話だと思うんですけど。実際はいろいろ難しさあると思いますけどね。そうですね。やってみることが大事だと思います。そうですね。特に思ったのは、表の組織図をきちんと調べておくことと、だから裏の実際に動いている組織の中の仕組みっていうのかな。これはなかなか差があるので、そこは注意して、特に改善をしたいとかいうときには、片方だけではなかなか難しいということが分かるかと思いました。はい。はい。大川先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。